はい、皆さんこんにちは。6月1日火曜日、インターネットテレビスンテレスタートです。今日は27回目になります。今日はもう6月1日ですよね。はい、1年の半分の月がもう始まってしまいました。世の中は大阪とか東京とか緊急事態宣言出されていまして、何か騒がしいですけれども、この1時間スンテレで皆さん楽しんでいただきたいと思います。今日のゲストをご紹介したいと思います。島村英二さんです。はい、島村です。よろしくお願いします。島村さんは静岡市在住、グラフィックデザイナーを経てインストラクターとしてプラモデルメーカーのタミヤに在籍し、プラモデルの箱の絵、ボックスアート、これ今見えてると思いますが、ボックスアートを手掛けていらっしゃいました。はい。で、現在はフリーのイラストレーターをしていらっしゃいますけれども、引き続いて、タミヤさんのお仕事もボックスアートに携わっていらっしゃると伺っています。またその一方で石に絵を描くストーンアートの創作もなさっているそうです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。ね、今見ていただいているこれがボックスアート、なんか写真のようなんですけれども、はい。そうですね。ボックスアート、いわゆる模型の箱ですね。箱絵をのことをボックスアートというんですけど、これは今私の場合はすべて手書きですね。写真とかそういったものを使わずに、一筆筆を使って絵を描いています。それは模型自体が手作りということで、そういったメーカーさんも箱は絵にしたいという。そういった希望が十分ありますので、いまだにと言いますか、手で絵を描いております。そうなんですね。タミヤさんね、世界のタミヤっていうふうに言われるそのプラモデルメーカーさんなんですが、こちらの方で長くお仕事してらしたんですね。そうですね。38年ぐらいですかね。ずっとそこで絵を描いて、その後は今フリーで同じようなボックスアートを含めた手で描く仕事をしてます。なるほどね。この手で描くそのボックスアート、何かご苦労とかあるんでしょうか。そうですね。手で描くということももちろんですけど、こういったプラモデルの絵になりますと、実物を縮小してプラモデルにしてるわけで、そういった正確さが絵にも求められるんですね。ですからいつも資料とにらめっこしながら、細かい部分も描いていくというところとですね、あと、やはり普通の絵とは違って自由に描けないんで、限られた範囲といいますか、制約がある中で、自分を出していくっていうような、そこは逆に面白いところでもあるんですけど、そういったところが非常に時間と労力を使うというところですよね。精密に描かれてはいらっしゃるんですけれども、その中でもご自分が絵を描かれていらっしゃるので、ご自分のパーソナリティでしょうか、そういうものも出してらっしゃるってことですか。そうですね。皆さん絵を描く方、最近少なくなったんですけど、自分の特徴というかですね、これは誰が描いてるとか、そういったところが分かるようなところもあるんで、それが自分の制約の中でも特徴を出していくというところはみんな気をつけて描いてると思いますね。そうなんですね。じゃあちょっとボックスアートのね、今この箱を見ていただいてますけれども、写真をちょっとまずこれすごいですね。そうですね。これは正面から見てるあまりない角度ですけど、これは迫力出したいということと、こういったライダーがコーナーを曲がっているような、そこのかっこよさみたいなのを出したくて、こういったところを狙ったんですけどね。すごいですね。なんか本当に写真のようですね。そうですね。結局それも実際色を買った人がですね、色を参考にするとか、
ある程度正確に描かなければいけないんで、あんまり勝手な色を使ったり自分の好みでっていうのがちょっと難しいところがありますね。本当にその実際のこのオートバイとか人物をもちろん頭に置きながらということで書かれていらっしゃるということですよね。ですからこういったレースもどこでやったであるとか、ドライバーこんな形とか、それをもよく調べて一点一点書いていくようになりますね。事前のその調査というかそういうものもかなりやはり精密にやらなければってことなんですね。やっぱりお客さんというかこの購入された方の方が詳しい場合もあるので、そこはちょっと勉強しないといけない。なるほどね。はい。じゃあ次の写真、これはなんかすごいですね。そうですね。船、戦艦ですね。静岡ですと浜松でしょうか。この船の絵を描く上田喜八郎さんですね。でしょうか。なんかね、すごく有名な方いらっしゃいますけど、そういう方ともやはりご関係がおありになるんですね。そうですね。旅屋時代に、この上田喜八郎さんに絵をお願いしていたその担当でもあったんで、よく浜松には行ってですね、そのついでじゃないんですけど、いろいろ絵の描き方を、船は難しいんでいろいろ教えていただいたりですね、例えばこの波の色はこの色を使うとかですね、戦艦というのはこういった波を立てて、独特の形があるんですよね。そういったものを随分勉強させていただきました。そうなんですね。そうですよね。その波の色っていうふうにおっしゃってましたけど、その同じ青の色でもこうね色が違うというか、その地域によって違うんですよね。南方はもっと青いとか。そこまで気にして書かれてらっしゃるんですね。上田喜八郎さん時代が実際に戦争の経験もあって体験がありましてですね、随分苦労されたこともありますけど、そういったもの全部頭に入ってますから非常に詳しい方で、最初はもう本当怖かったんですけど、お前なんか知らないやつと話ができねえとかそんな感じの。晩年は随分優しい。そうなんですね。じゃあこの船を描くボックスアートの巨匠の方ともお付き合いがおありになってってことですね。それはすごく良かったですね。そうなんですか。じゃあ次の絵を、これは車ですよね。ちょうどフランスをモンパルナスかなどっかの背景を作って、普通じゃないというか雰囲気のあるようなそういったイメージにしたいと思ってこの背景を描いてですね、あんまり模型の絵としてこういう絵はないんですけど、いわゆる好きな方にもこれはフランスだなっていうようなそういったものを見ていただきたくてこれはそういったイメージにしたんですけどね。そういう背景からもそのプラモデルを作る人の心を揺さぶりたいっていうことでしょうかね。そうですね。実際はこの車自体しか入ってないんで、プラモデルは、何かそういった雰囲気を味わっていただくとかね、そういったものを感じてもらえればというところで今いろいろ背景は苦労して描いてるんですけど、お話伺ったところによりますと、タミヤ時代なんかその車の絵を描かれるときに、島村さんがね実際それをやられたわけではないと思いますけれども、こう分解してパーツ的にどんな感じになってるんだろうって言って、なんかそんなお話も聞いたんですが。そうですね。模型自体の作る時に実際どんなパーツの構成になってるだろうかって全部そのパーツ部品をばらしてですね、それをまた組み立てていくと、そういった加工はプラモデルも実写も同じようなところなんで、精密というところでそういった模型は売ってるんで、その辺のところで実物があればそういうチャレンジしていくっていうことを一番やってるんですね。プラモデルっておもちゃなんて言うと本当に失礼なんですけれども、もうそこまで精密にやってらっしゃるとは正直私も知らなくて今回ちょっと驚いております。やはり各メーカー F1 にしても自動車の会社にしてもですね、この会社に頼めば精密な
模型を作ってもらえると、そういうところが分かってますので、いろいろ信頼して資料を提供してもらえるとか、そういった関係が築けるっていうのはすごくいいことじゃないかと思いますけどね。なるほどね。プラモデルっていうと静岡でもね、非常に有名な静岡ホビーショーというのがございますよね。残念ながら去年はこのコロナ禍の中で中止になってしまったというふうに伺ってますが、今年はなんか一般は今回はなかったけれども、業者の方だけ、それも制限した形で、開催したっていうところですね。この静岡ホビーショーというのはもう世界的にも有名だっていう話は、たくさんの方がね見えるホビーショーですよね。で、ちょっと画像を映していただけますか。これは島村さんが作られた。これは企画自体は大手の広告代理店さんの方で企画されて、静岡の4カ所にこういったものをプラモニュメント、いわゆるプラモデルのランナーにいろいろ人間とか世界の模型都市とかそういったものをパーツに入れ込んだ形で。記念撮影ですね。そこへ来て静岡に来てという意味合いで作られたんですけど、そこに案内板の絵が必要だということで、なんか回り回って私を探し出してくれて、こんな静岡にこんな描くのがいるということで、それで依頼を受けて、こういった形でここに台に乗って記念撮影ができますよという案内板を書かせていただきました。なんかこれは静岡駅南口ですね。小さな広場があるんですけど、そこへ設置されてましたね。模型の世界都市の文字を入れたプラモニュメントでしょうかね。本来ですと、ここへもう何万人というホビーショーお客さんが来るんですけど、その当日、夜は静岡市内に飲みに行くとか、そういったところでここがね、その待ち合わせ場所になってもらえれば非常に良かったんですけど、残念ながらちょっと中止ということで、今ちょっとこういう状況なので、これずっと設置されてますので、また今後ね、静岡の街のね発展にも一役買ってらっしゃるということですよね。最初お話ししましたようにこのボックスアートをやっていらっしゃると、石の絵を描くストーンアートの方も創作活動をしてらっしゃるっていうふうに伺ってますが、このね後ろの方とか、これは石に全部描いてるんですけど、これはいわゆるボックスアートっていうのは実写の色をそのまま絵にしていく形の絵なんですけど、もう一つなんかちょっとカラフルなものも描きたいなということで、子供に描かせるっていうのはきっかけで自分でも描いてみたんですけど、それが始まっていろいろ石に描くという石に絵を描くということですね。じゃあまずその写真を写していただけますか。これはなんかすごいですね。これはですね、上のものが実際の石なんですけど、実際変わった形の石だったんですよね。そこに空白部分があって、そこに絵を描こうというところで、こんな絵ですね。ハシビロコウの今日ねお持ちいただいたんですけれども、なかなか見にくいかな。どうでしょう。ですからこの顔の部分だけ絵を描いたんですよね。下地はそのままで。こういう石をじゃあ見つけられたっていうことですよね。そうですね。探しに行くんですけど、なんかもう本当に生きてるみたいですね。そうですね。すごい。ちょっと非常に重くてちょっとあれなんですね。3、4キロあるんで。3、4キロも割りになる。あんまりだからこういう大きいのはこれからどうしようかなと悩んでるんですけど。なるほど。すごいですね。見えますか？ね、次もなんかいくつかストーンアートの作品があるようなんですが、これは今のハシビロコウの本物と、本物と
ほぼ同じような感じですね。実際にですね、この絵の具はアクリルの絵の具なんですけど、実際にこういったこういったというかボックスアートを描く材料と同じなんですよ。ですから同じ絵の具を使ってまたそれで筆で描いていくっていうちょっと暇の時っていうか、そういう時筆の練習にもなるんですよね、使い方の。なるほどね。なんか石にこの絵を描いていくっていうのはまたちょっと私としてはなんか初めて見させていただいてすごいなってなんかちょっと驚きと思いで見させていただいたんですけれども、じゃあ次のお写真どんな感じでしょうか。あ、これはカメレオン。そうですね。なんかなんだろう、本当にカメレオンっていう感じですね。色が。実際よりはね、色をたくさん使ってですね、派手にしてるんですよね。ちょっとデザイン的にちょっとこう。実物とはちょっと違うかなという。でも目なんかがまさに動き出しそうな感じですね。ですからこういう自由にいろいろな色を使ってですね、カラフルな作品を作るっていう点では、やってて面白いですよね。いろいろ発想をここから出していくという、石を見て何を作ろうかとか、色をどんなにしようかとか、こういったものはお子さんにでもいろいろ勉強になるんじゃないかと思うんですけどね。なんか上層教育じゃないですけど、色を使ってですよね。だからあんまりこう考えないで計算もある程度簡単にして描いていくっていう。なるほどね。じゃあ次の写真はどうですか。あ、これは何ですか。これはね、石の形がいろいろ面白くて。一つだけ実際にカエルとか描いてですね、グリーンのやつですか。ツノガエルってカエルなんですよ。可愛いやつなんですけど、それを単色でいくつか並べてこう対比した形、一つのまとめて見てもらうっていう形でちょっとこれがいくつか重なっいくつかあって一つの作品っていう感じですね。また今度こういったものもいくつか見ていただければと思うんですけど、実際に非常にカラフルで一つのお皿に入れてそれを作品として見ていただく形で。次のお写真お願いします。これはちょっと見にくいんですが、真ん中にいるのが実は猫なんですよ。猫、普通の猫じゃなくて、アリスの童話に出てくるようなちょっとあまり現実的ではないんですけど、そういった形。これは実は猫のですね、作品展とか展示会が公募展があって、でこれで出してみたんですよ。だからこんなものを出す人はあんまりいないんで、実際に猫の粘土で作ったりして、そしたらなんか変わってるっていうところじゃないかと思うんですけど、これはなんか優秀賞をいただいてですね、びっくりしたんですけどね。ストーンアートで作る猫。そうですね。すごいですね。だからこう石を単に描いてるだけっていうよりはなんかこう感じるものもあったんじゃないかと思いますね。じゃあ次のお写真お願いできますか。あ、これはもう一目瞭然ですね。これはもう見た通りですね。ただこういった形の石を探すのが非常に難しいんですよね。そうですよね。その辺にこう転がってるんじゃないんで、この石をね、集められるって場所ってどういうところで？こういったちょっと大きなものとか、形がゴツゴツしているものはやっぱり川の上流とか安倍川とかですね、その辺にあんまり上流って言ってもそんな山じゃないんですけど、そういったところでちょっと見つけるというものが多いですね。なるほど。でもすごいですね。もう本当に動き出しそうな感じですね。そうですね。最初からこれを見つけようという時もあるんですけど、ほとんど散歩がてらというか、そこで出会った石がほとんどなんですけど、石とのやはり出会いでもう作品が決まってくるってところも終わりになるんですね、きっと。ですね。慣れていくと大体こう石と会話ができる。会話できない。目が合う。こいつはなんか訴えてるなっていうような。ただもう先ほど言いましたけども、あんまり大きなものはちょっとね、描くのにも大変になってきて。なるほど、すごいですね。でも、じゃあ次のお写真、これは
もしかしたらこの後ろ側にそうですね、今のものも含まれた、はい、3集合の3つあるんですけど、一番最初の時点からちょっとまとめて少しずつ取っていったものなんですけど、そうなんですね、作品をまとめられて、一つのこのなんでしょう、こういう形で写真を撮ってらっしゃる集合体で、自分のちょっと記録的なものもあるんですけど、今日このスタジオの中にも後で皆さん多分ご覧になっていらっしゃると思うんですが、このね絵が飾られてると思うので、番組見てくださっている、はい、これですね、私の後ろとか島村さんの後ろ、同じものが飾られてますね。はい、今見ていただいてますが、すごいですね、この色のこのカラフルさとか、なんかすごいですね。綺麗ですね。そうですね、思いっきりちょっとやってるって感じで。いやでもね、こうやって実際こう見させて、今日はね、ハシビロコウのちょっと見させていただきましたけれども、実際近くで見ることができる作品展みたいのが近くなんかあるっていうふうに伺ってるんですが、そうです。割合こういった展示会とか割合なくてですね、発表の場もないんですけど、はがきみたいなのあったかな。今度宣教師会館ミス・カニングハムで7月の3日4日、土曜日曜日に島村さんの、この展示のねをやられるというふうに伺ってますが、そうですね、先ほど言いましたように、なかなかこういうの一だけ展示するとなかなか会場も来ていただくところもないんで、今回初めてそういうお話いただいてですね、ちょうどいい機会でぜひそこで見ていただきたい。このねスンテレで多分ご興味を持たれた方たくさんいると思うので、7月の3日と4日、西草深のミス・カニングハムで、この島村さんのストーンアートの展示会がありますので、ぜひ皆さん見に来ていただければと思います。ね、なんかすごい素敵ですね。今ちょうど出てますが、実際にその色みたいな石とのバランスみたいなのをそこで見ていただくとまた違った見方ができるんじゃないかなと思います。なるほど。ね、これも本当楽しみですね。はい、今日は島村英二さんにお仕事のボックスアート、そしてストーンアートについてお話を伺ってきました。ありがとうございます。今日はこの後1時までの予定でスンテレやっておりますので、ご一緒にいていただければと思います。よろしくお願いします。はい、続いてのコーナーになります。前回から始まりました住子の八ヶ岳デイズ、今日も私の目線で八ヶ岳の素敵なところ、そして素敵なお店をご紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはですね、ソフトクリームでも有名な清里生鮮寮、そして、お店のご紹介はですね、北斗市大泉町にあるお庭がとても素敵なレストラン花さんをご紹介していきたいと思います。では写真の方お願いいたします。はい、これはですね、山梨県北杜市清里を代表する観光スポット、先ほど申し上げた生鮮寮ですね。生鮮寮といえば広大な自然から望む美しい景色と美味しいソフトクリームで有名なんですけれども、この地は戦後の日本の復興と山間部の農村の復興に生涯を捧げたポール・ラッシュ博士によって開拓されてきた場所でもあります。次の写真お願いします。はい、これはですね、生鮮寮の本館ですね。清里開拓の歴史とともに歩んできたシンボル的な存在になります。多分清里行かれた方は多分ね、ここ、はい、必ず、そうですか、行かれたかと思いますけれども、赤いこの三角屋根と
X マーク、ちょっとね見づらいんですけれども、 X マークが特徴の建物ですね。建物の中に1階はギフトショップ、それから2階にはレストランもあります。ここお泊まりになったことはないですよね。ないですね。なんかね、宿泊もできて、古き良き山小屋風のこの本館ですね。それから本館の裏手には新館もあります。また森の中にはコテージもあるということです。はい。じゃあ次の写真お願いします。はい。これはちょっと見づらいんですけれども、清里開拓の父、先ほど申し上げたポール・ラッシュの銅像があります。はい。この日はまあお天気良くて、とても綺麗に見えたんですけれども、ポール・ラッシュは1897年アメリカのケンタッキー州で生まれたキリスト教の牧師さんです。親日家としても有名な方ですね。で、多く日本に業績を残していらっしゃるそうです。来日後は立教大学の教授として教育に携わるとともに、アメリカンフットボールの日本での普及に尽力され、日本フットボールの父との称号を受けています。それから、清里に酪農と西洋野菜の栽培の開拓支援を行ったことから、清里開拓の父とも呼ばれているようです。次の写真お願いします。はい、これはですね、先ほど生鮮寮の、本館から八ヶ岳連峰、ちょっとね見にくいんですが、多分裏側に山があると思うんですが、あれがね、八ヶ岳連峰がもうバーンって見える感じなんですよ。いい景色ですね。はい、もう本当にね気持ちがいいところですね。じゃあ続いて、はい。続いてはちょっとね、今回動画を撮ってきました。本当短い動画なんですけれども、ちょっと見ていただければと思います。はい、お願いします。はい、こちらの建物はですね、生鮮寮本館前のジャージーハット。ここではですね、有名なソフトクリームが食べれます。はい。それから、ちょっと見にくいんですけれども、真ん中辺には富士山が見えます。それから今見えてきているのが南アルプス連峰ですね。この中には日本で2番目に高い北岳も見えることができます。はい。で、次の写真お願いできますか。はい。先ほど小さくてちょっと見えなかったんですが、富士山を写真でズームで撮ってみました。生鮮寮からはこんな感じで富士山が見えます。この日は本当に雲の上にちょこんと乗っている富士山で、なかなか素敵でした。はい。続いての写真、はい、これはですね、先ほどソフトクリームが食べられるジャージーハットで、足湯も設置、そうなんですよ。足湯も置いてあって、なんかこう、足を浸かりながらこの山々を見れるっていうのもなかなか、はい、素敵ですね。はい、では続いての写真、これは出ましたね。はい、生鮮寮の有名な一品ですね、ソフトクリーム。お値段おいくらだと思いますか。いくらだろう。確か500円でした。食べたことあったと思った。濃厚でクリーミーでね、とっても美味しかったです。もう清里生鮮寮に来たらやはりこれを食べなきゃっていう感じですね。皆さんやっぱりいらした方、ほぼ全員食べてました。でしょうね。はい。はい、生鮮寮をご紹介してきました。じゃあ次の写真お願いします。はい。これはお店の紹介なんですけれども、北杜市大泉町にある花さんという、はい、葉っぱの葉と何と書いて花さんです。で、このオーナーさんのお孫さんのお名前の1文字ずつを取って、葉っぱの葉と何というで花さんとお名前をつけたというふうにおっしゃってました。ね、素敵なお店でしょ。いいですね。はい。次お願いします。はい、ここはですね、同じもちろん花さんなんですが、中央道長坂インターから車で10分、県道28号沿いにあるレストランです。はい。
このお店はハンバーグと甲州ビーフステーキが人気のお店です。はい、じゃあ次にどんどん行きましょう。はい、これはお店の、外観ですね。この建物デザインはカナダの赤毛のアンライセンス協会の認定も受けているそうです。ああ、そうなんですよ。なんかすごくね、こう夢があってね、可愛らしくて素敵なお店でした。はい。この日もね、お天気が良くてね、とっても青空に入る建物ですね。はい、では次お願いします。はい、これはね、なんか外国みたいですよね。お店のお庭です。あ、お庭ですか。お庭なんです。奥様がこういうお花を手入れしてらっしゃるっていう。はい、四季折々の花が咲き乱れるすごく素敵なお庭です。で、実はご主人が元日本航空の JAL の機長さん、はい、だった経歴を持っていらして、はい、まあこんなことからも外国の雰囲気が感じられるお店になられたんじゃないかななんて勝手に思いました。はい、じゃあ続いて、はい、ここもね、お庭を眺めながらお食事ができる。はい、もうこの日もね、とってもちょっと初夏のようなお天気で気持ちよく食事させていただきました。じゃあ次お願いできますか。はい、これがランチですね。はい、甲州ビーフステーキランチ。今回はこれ私いただいてきました。すごく美味しかったです。美味しかったですね。はい、もう本当にまた食べたいです。じゃあ次、これなんと、はい、ハンバーグとステーキのお店なんですが、最近このラーメンも始めたということで、はい、背脂、これは塩ラーメン。以前私は醤油ラーメンをいただいたんですが、麺がもちもちしててすごく美味しかったです。はい。では、最後の写真かな。はい、これはピザ窯なんです。はい、こちらのお店は、ご自分のところにこのピザ窯も持ってらして、ここの窯で焼くピザも楽しめます。はい、いいですね。もうお花さんに訪れた時は、ぜひこのピザ窯で焼いたピザも召し上がっていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、住子の八ヶ岳です。今日は、清里の生鮮寮、そして北斗市大泉町のレストラン花さんをご紹介しました。それでは、ここで少し CM に行きたいと思います。スンテレってご存知ですか？いや、ごめんなさい。スンテレ、いや、ないです。スンテレはちょっとわからないですけども。スンテレってご存知ですか？何それ？知らない。スンテレ？スンテレ。そんな名前知らないよ、まだ。スンテレっていうの。アスタラスとかシンタラスとか言うけどさ。スンテレ。聞いたことないです。スンテレですか。すいません。存じ上げませんが。はい、はい、ではスタジオに戻ってきましたね。今日はスンテレ27回目の放送になります。スタジオにはイラストレーターの島村英二さんもご一緒に、はい、よろしくお願いします。お越しいただいております。今後ともよろしくお願いします。番組前半では島村さんにボックスアート、そしてストーンアートについていろいろお話を伺ってきました。島村さんは石にこう命を吹き込んで素晴らしい作品を、ね、作っていらっしゃると思うんですが、石という私たちの日常に存在するものでこの作品を作るということ、なんかすごいなって思うんですけれども、実は聖書の中にもこの、ね、石が登場するという場面もなんかあるようですね。はい、では続いてはですね、近江八幡の多品中牧師榎本めぐみ牧師とズームでつながりたいと思います。
榎本牧師、こんにちは。こんにちは。はい、今日もなんか素敵なお話、こんにちは。素敵なお話、よろしくお願いします。いえいえ。なんか今日は石に絵を描かれる先生がお見えだということをお聞きして、少しだけ見させていただいたんですけどね。すごいですよね。石に顔が見えてくるでしょうね。多分。そうですよね。僕たちにとっては何の変哲もない石に、多分先生にはこう顔が見えてくるんじゃないかなと思ったんです、ね。どうですか、顔が見てらっしゃいますか。そうですね、まあ、イメージ的にだんだん浮かんでくるというか、そういった石に、まあ、それで出会うっていうことを言ってるんですけど、そんな感じですね。僕はね、昔石積みをするところでアルバイトしたことがありましてね。僕たちは学生の頃なんか石に面がですから表と裏があって上と下があるってそんなこと一つもわからないじゃないですか。ところが石積みの石膏の人が僕たちが押していくと違うって上を上に下を下にしなさいなんか言って言われてどっちが上かどっちが下かわからないからもう大変だったことあるんですけれども、多分人たちはこう石積みながらこう石がきちっと入っていくのが見えてるんだろうなと思ってね。そうかもしれないですね。そういう世界っていうのがあるんだなというのを昔ずいぶん昔ですけれども経験したことがあるんですね。なるほど。きっと石を見ててもそれが何か無機質なただのこう硬い石っていうことじゃなくて、そこにこうある命とかそこにあるものって言いますかね、隠れているものを見ていくっていうのはすごい大事なことじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、実は聖書の中に、石って言いますか宝石ですよね、が随分出てくるんです。皆さん誕生石っていうのがみんなこうあって、私はダイヤモンドよとか、私はルビーよっていうふうに言われると思うんですけども、実はあれの由来っていうのはイスラエルの12部族って言って12のこの部族がいたんですけれども、その12の部族それぞれを石で表してたんです。そうなんですか。そうなんです。そこからこの石とこの人との関係、そしてそれが一つのなんていうんですか、その民族の運命を表すものを知って、ついには生まれ月のものになっていったっていう、非常にこう宗教的な意味合いのあるものなんですけれども、実はだから石っていうものを石ころというそのものとして見ないっていう、そこにまあ僕は分かりませんけど、絵で言ったらこう見立てるっていうふうにあるんだと思いますけれども、その一つ一つの石にその部族を見立て、その部族の由来やその部族の輝き何かをこの宝石でイメージして表していったんじゃないかなと思います。でその中に聖書の言葉にイエス・キリストが全ての人が黙らされても、石ころが叫び出すんだって言った言葉があるんです。これはすごく眼蓄の深い言葉で、本当にどんなにこう権力や力でもって抑え込まれていたとしても、石ころが叫び出すんだっていうふうに、イエスはおっしゃったことがありましたね。私はそのことは非常に大事なことじゃないかなというふうに思っているんですね。小さな石ころだし、何かこうもう力もなければ言葉を発することもないと思っているけれども、その小さなものにこそもう全てのものが騙されても声を発するものがあるんだよっていうことを、キリストは私たちに伝えている。本当に小さくされたものや弱いもの、声の出せないものが
実は発している声があるんだよっていうことに気づきなさいよっていうことをおっしゃってるんじゃないかなというふうに僕は理解しています。そうですね。いろんなものにね。石ってやはりこう言葉をもちろん発することもできませんし、こうなんだろう、ただそこに置いてあるだけのものって思いがちですけれども、それだけのものじゃなくって、そこからこういろいろこう人が考えなければいけないことっていうことが思うような気がするんですが。本当そうですよね。今日も先生の作品少し見せていただいて、鳥の顔をね、お描きになったのがたくさんあるなと思って、やっぱり声が聞こえてるんかなと思ってね、先生からしたら。そう、なかなか聞こえてはこないんですけど、ずっと横にずっと置いてですね、机の、語りかけてくるんじゃないですけど、これだっていうのはずっと置いて浮かんできたっていう事実はありますよね。やっぱりね、そうなんでしょうね。そうですね。石も長い間かけて私の目につくところまで来てですね、そこにそういう出会いがありましたから。その辺は石を拾ってくるっていうんじゃなくてですね、そこから出会っていただいてくるっていう気持ちでいつもやってますよね。なるほどね。これ、聖書の言葉にあなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだのだっていう言葉があるんですね。そうですか。本当出会い、神との出会いっていうのも自分が求めて出会っていこうとしているように思うけれども、実は神の側からあなたを求めているんだよ、今の石ころとの先生の出会いのお話を聞きながら、なんとなくね、そういう言葉をちょっと思い自身にそうかもしれないですね。なるほどね。この島村さんの出会いなんかもね、そうですよね。そういうふうに思ってるんですね。榎本さん、なんか不思議な出会いで、自分で選んで取ったように思ってるけれども、実は本当にお互いに出会うべくして出会い、しかもそこに不思議なものが働いてるなっていうのを常々感じているところがあります。石自体は言葉は発しませんけれども、その石の存在によって人と人とをつなげていくというか、そんな役割もあるんでしょうかね。島村さんの牧師島村さんの作品を見ていると、何でしょう、石なんですけれども、本当に触ると質感が感じられるような感じもして、本当に素晴らしいなってやっぱぱ思います。それはやはり考えて作られるんですかね。本当に命が宿るようなもの、素晴らしい、素敵ですよね。そこまで生意気なことはあれなんですけど、たまに展示会みたいのをやると必ず皆さんね触りに来るんですよ。やっぱり石違うんですね。他の、自分で作った粘土とかそういったものに描くのとは全く違って、石自体が持つその魅力というか、その存在感みたいなのがやっぱり感じるんじゃないかと思って、皆さん触っていいですかって触りに行くと、石だっていうところはあると思いますよね。なるほどね。もう一つの目があるんですね、やっぱりね。石っていうと玄武岩だ、石灰岩だ、なんとか岩だっていうね、そういう話にしかならないけれども、古代の何万年前のものっていうふうなね、本当にそういう分析する目じゃなくて、そこの奥にあるものをこういうふうに見たかっていうふうに感じるっていうのは、やっぱりもう一つの目があるんだなと思いますよね。そうですね。石はずっと長い間人間の歴史を見てきてるような気もしますね。はい。ね、牧師がおっしゃったように、石を通して人と人とをつなげて、なんかすごいロマンも感じますね。
いやだってやっぱり奥の細道でね、はい、場所がやっぱりこの石垣だけ残ったお城を見てね、はい、青草屋っていうね、歌いますよね、つわものどもの夢があとっていう、やっぱりそういうこうすごいこう広がっていくもんがあるんでしょうね、石っていうかそういう、それが芸術の科学とか分析していくものとまた違うものなんやろうなと思いますね。そうですね。本来でしたら石というのはその温かみとかそういうものもないはずなんですけれども、その芸術アートとなるとそこにこうなんだろう、生きているような息遣いとかね、そういうものも感じますよね。そうなんですね。決して、僕の描くときはこう手のひらに乗るようなサイズが一番描きやすいんですけど、決して冷たい石自体は冷たいんですけど、なんかもうぬくもりっていうかね、手にちょうど入る、すっぽり入る、そういったぬくもりみたいなのを感じられるっていうのが、皆さんどうかは分かりませんけど、そういった気持ちになることは確かですよね。なるほどね。なるほどね。聖書の中にも宗教とも通ずると思います。はい、私たちの宗教とも本当に通じるなと思っております。石ころが叫び出して、先生の作品が大きな声で叫び出してくるだろうと思ってますけど、ぜひまたそれをね伝えるのがスンテレさんの役割であって、そうですね。はい。石が叫び出します。そうですね。また榎本牧師はですね、聖書教室西草深のミスカニハムでも毎月第4月曜日の午後、聖書教室を持ってくださってます。またズームでの聖書教室もあるというふうに伺っております。はい、静岡にいらっしゃる機会もね、終わりになると思いますので、はい、また島村さんの作品も実際手に取っていただいて、なんかその息を感じていただければ嬉しいななんて思います。次回そういうふうにまたまゆみさんに聞いています。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。多敏中牧師榎本牧師です。どうもありがとうございました。またです。ありがとうございます。また次回お話伺いたいと思います。はい。番組これもこれですね。はい。紅茶が運ばれてきました。紅茶お好きですか？はい、いただきます。はい。美味しいですよね。またコーヒーとは全然違って、今ちょっと緊張していただいてもいいですか？どうぞどうぞ。ご感想を。はい、いいですね。美味しい。はい、このスンテレのコーナーではですね、もう一つ最後にズームのお客様がありまして、今運ばれてきました紅茶なんですけれども、サロンドテ相原正美さんとズームでつないで紅茶の先生でいらっしゃるんですけれども、はい、今日はどんな紅茶をご紹介いただけるんでしょうか。相原さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ご紹介いただきありがとうございます。愛の午後の紅茶時間のコーナーがやってまいりました。今日ご紹介します紅茶はローズティーソーダを作ってまいります。その前にローズについて少しお話ししていきたいと思います。お願いします。ローズにはめでて楽しむ観賞用のローズと食用として楽しむローズがありますね。はい。1枚目のお写真をお願いできますでしょうか。はい、すごい綺麗ですね。食用として、はい、綺麗ですね。最近食用として楽しめるローズが日本でも品質のとてもいいものが作られるようになり、人気がすごく高まってきているのを感じております。これは食用として楽しむローズは女性のホルモンバランスを整えたり、更年期障害の改善にもなり、とても効果的と言われております。2枚目のお写真をお願いいたします。はい。
こちらは宣教師館で昨年秋開催しましたアフタヌーンティーの講座で提供した時のお写真になります。はい。はい。これは一番上はこれはケーキですか？そうですね。はい。上がスイーツ、イギリス菓子を中心としたスイーツ、で真ん中がスコーンとバラが飾られているのがわかりますでしょうか。で一番下がサンドイッチ、こちらにもバラが。サンドイッチにバラ、まあなんと素敵な。はい。あ、そうなんですね。はい。では3枚目をお願いいたします。あら。こちらお客様にローズをイギリス菓子とともに楽しんでいただいた時のお写真ですが、食べられるローズと伝えたところ、皆様の表情がパッと明るくなったのを記憶しております。はい、食べられるローズっていうのはですね、なんか特別にお花屋さんとかそういうところでも買えるんですか？なんか相原先生は。お花屋さんではおそらくまだ取り扱いができないと思いますし、やはり無農薬できちんとした商品として販売をされておりますので、管理されておりますので、お花屋さんのは召し上がれるものではございません。なるほど。じゃあ相原先生のお使いになるのは特別にじゃあどちらかでお求めになられているってことですか？はい、品質管理がきちんとされている、もうすぐにでも食べられるようなとても綺麗なローズを仕入れております。あ、そうなんですね。これは写真をお願いいたします。ちょっとごめんなさい。もう少しお話伺ってもいいですか？これはケーキ、先ほどのを大きくしたやつなんでしょうかね。どういう奥側がこれはローズを使ったケーキですか？その昨年の時は、生のフレッシュなローズを、まだ実のところフレッシュなローズはかなりお値段も良くなっておりまして、あと時期的なものもございますので、その時はちょっとフレッシュなローズを使ったお菓子は提供できなかったんですが、そうなんですね。はい、ビクトリアサンドイッチケーキというイギリス菓子と、あとそうですね。あれはシュークリームなんでしょう。マフィンかな。はい、そうですね。はい。美味しそうですね。ありがとうございます。では次のお写真お願いできますか？次のでは写真お願いいたします。これは素敵ですね。その時もローズティーを提供させていただいたんですが、ローズは眺めているだけでも女子力が上がってきそうですよね。はい、なるほど。クレオパトラも愛したローズということで、女性の美をサポートしてくれると言われているローズは、このようにサラダやお料理の飾りとしてだけでなく、ジャムやジュース、カクテル、ゼリー、アイスやケーキ、そしてクッキーにも幅広くアレンジして楽しんでいただくことができます。ローズは見るだけではなくて、先ほどからおっしゃっているように食べることを楽しめるってことですよね。そうですね。はい。では次のお写真をお願いいたします。これは何ですか？これが食用のローズになりますが、私も今回たくさん仕入れまして、ローズコーディアルとローズジャムを作ってみました。もう作っている時にももうローズの香りに包まれて、とっても心地よく良かったです。お写真ありがとうございます。ありがとうございます。ではこちらが今回作りましたローズコーディアルと、あとローズジャムになります。で今回このローズコーディアルを使ってローズティーソーダを作ってみたいと思います。お願いします。
ローズコーディアルを入れて、はい。氷をお、はい。入れていきます。はーい。そしてアイスティーを注ぎます。はい。そして最後に炭酸を少し加えて、うん。でローズを飾って仕上がりという感じになります。はい。ローズの香りがこれ飲んでいただくと口いっぱい広がってとっても幸せな気分になる紅茶になります。実はですね、この間のカニハムで、はい、私いただきまして、とても美味しかったです。ありがとうございます。ね、相原先生がおっしゃるように、このバラの香りとあと味も楽しめる、はい、すごいですよね。そうですね。はい。もう味覚と、特に嗅覚は脳に一番近いものになりますので、一番やはり訴えかけるのには最高のものだと思います。香りを楽しんでいただくということで、こちら紅茶教室でも2番目に人気の高い紅茶になっております。はい。相原先生のところでは紅茶教室もやってらして、生徒さんもたくさんいらして、いろいろなね紅茶の作り方とか多分教えていらっしゃると思います。本当に今日は相原先生ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。はい、次回もよろしくお願いいたします。楽しいひとときを皆様も午後の紅茶時間お過ごしくださいませ。ありがとうございました。はい、サロンドで愛、相原正美さんに、今日はバラを使った、紅茶。今日は冷たい紅茶でしたね。そうですね。はい、これから夏暑いので冷たい紅茶もとても美味しいと思います。はい、私たちもこれいただきましたけれども、とても美味しかったです。ありがとうございました。毎週火曜日の12時から生放送でお送りしております。スンテレ、今日で27回目でした。今日はスタジオのゲストにフリーライターでボックスアート作家、そしてストーンアート作家でもいらっしゃる島村英二さんをお招きいたしました。ありがとうございます。いかがでしたか？いや、ちょっと緊張しましたけど。緊張しました。ちょっと伝わったかどうか。いやとんでもないです。すごくいや、こんな風にボックスアートって作られてる、あとストーンアート、それに重ねてストーンアートってあるんだなっていうのを多分、はい、こういったちょっと世界があるっていうことを知ってもらえればと思いました。はい、興味を持たれた方ね、すごく多いと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほどもね申し上げましたけれども、島村英二さんのストーンアート作品展が7月の3日4日に西草深のミスカニングハムで行われます。こちらの方もですね、島村さんも来ていただけるのかな、はい、ご本人も多分いらっしゃるということですので、ぜひ作品を手に取っても大丈夫ですか？見ていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。それから先ほど今このね島村さんのストーンアートのお話もしましたけれども、ミスカニングハムでは6月27日にもイベントがあります。はい、サンデーアフタヌーンコンサートというのがございます。はい、6月27日14時から、これはですね、エンタメユニットのクロスポイントという方たちの演奏になります。はい、今ちょっとあれかな、見えますか？はい、クロスポイント。はい、今この CM があるようですので、ちょっとご覧いただきたいと思います。
はい、サンデーアフタヌーンコンサートの CM ですね、見ていただきました。お時間がある方ぜひお出かけいただきたいと思います。今日は本当にありがとうございます。皆さんチャンネル登録をぜひぜひお願いします。ナビゲーターは今日は渥美澄子でした。そしてゲストは島村英二さんでした、はい、本当にありがとうございます。皆さんぜひチャンネル登録お願いします。ではでは、ありがとうございます。またです。